モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー336三国伝先陣決闘編南方騎馬隊。今回は塗装パートその1。前回の無塗装で組み立てたパーツをフリーハンド筆塗り、兵士と武器編です。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。一手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。マットな塗膜が表面に作れるので、色分けの色のりが良くなるのと、塗る箇所の目印になるので、作業がしやすくなります。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で、様々なジャンルの模型、フィギュア、プラモデルの塗装などに応用できます。無臭、速乾、色ムラができず均一に塗れる。マットな表面仕上がりなどが大きな特徴です。盾や鎧は特殊な素材で作られていて、水に浮き、鍛えられた牙は密林の悪狼もものともしない神出鬼没の特殊部隊です。武器の画撃は密林での使用を想定して作られたもので、軽量で扱いやすく、突き攻撃で本領を発揮します。盾は投光画陣といい、つなげることで強度を増します。軽量で水にも浮き、密林での戦いには欠かせません。色分け最初は金色です。シタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーです。頭部、胴体、腕部、武器の戟、軍旗などに、顔料を含んで隠蔽力強めの金、塗装箇所、面積は広くありました。極力均一なペイントができるように、シタデルカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうと色ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベースは顔料の濃度が高く、下地としても最適な塗料種です。赤、青、黄色の兵士3体からなるナンバー324のキット、部隊兵も以前に制作、フリーハンド筆塗り塗装をしたことがありました。赤です。肩アーマー、胴体に、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー、適度な粘性で扱いやすく、下地も効いて一発で色が乗っていきました。赤の色味を変えて、ゲームカラーのスカーレットレッド、濃い色味の赤です。戟、軍旗の持ち手の箇所に、こちらも隠蔽力強く優秀なカラーです。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。続いて濃い色味のグレー、モデルカラーのダークグレーです。胴体の下半身、脚部、足、そして縦に、もともとグリーンの成形カラーで濃い色味のパーツへの塗装でしたが、下地が効きました。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。ゲームカラーのカーキ、足の部分に色をのせました。シタデルカラーのベース、キャリバングリーンではみ出し部分に補色をしました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に、シタデルカラーを要所で使ってペイントしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。
色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートではペイントした兵士を組み立てます。脚部、腕部を順に左右取り付けていきます。背中に軍旗を取り付けました。頭部、額と鎧の前掛け部分は少し殺風景だったので付属のシールを貼りました。曲面があったので少し貼るのが難しかったですが、事前に接着剤をつけたりして接着強度を補強して貼り切りました。南方騎馬隊の兵はミリシャからはるか南方の土地に住む異民族の兵です。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー336三国伝先人決闘編のキット南方騎馬隊塗装パートその1兵士編、次回はアスラ騎馬を完成します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。